この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回のテーマは、パースです。パースを習得するとイラストを描く上で表現の幅が広がり、1枚の絵の中に複数人が登場するこんな絵だったり、モンスターとの戦いを描いたこんな絵だったり、いろいろな表現を自在にできるようになっちゃうっていうメリットがあるんです。でも皆さん、パースって聞くとどう感じますか？パース？いや。なんか絵の玄人たちが使う特殊技能でしょ？初心者には絶対難しそう。私には絶対無理だってね、かなり難しそうで、習得には何年もかかりそうなイメージってありますよね。わかります。パースってなんだかすごく上手い人だけが使いこなせる超絶技巧みたいなイメージがありますよね。でもね、それ完全に間違ってますよ。パースってですね、単なる知識です。パースを習得するためには3つの概念をきっちりと理解するだけで、特にそこまで練習を長々とこなさなくてもですね、パースが効いた絵っていうのはもうそれだけで描けちゃうんです。この動画を見ていただければ、今紹介したような立体的な構図のイラストを自分で理解しながら誰でも計算して描けるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。そしてできればね、紙と鉛筆を用意して自分でも描きながら主張するとより理解が深まるかもしれませんね。それでは早速いってみましょう。まずは書いてみよう。まず何をしていくかなんですが、パースって聞くと1点投資法とか2点投資法とかアイレベルとか小出点とかなんかややこしい専門用語がたくさん出てくる気がするので嫌になっちゃうじゃないですか。なのでとりあえずそういうのは一旦脇に置いておいて、自分がイメージした空間の中にただただ四角を描いていってみてください。そこまで複雑な形は描かなくても大丈夫です。立方体や直方体、あるいはそれらが繋がったような箱をただただ空間の中に配置していくだけです。できるだけ立体的に見えるようにこんな感じで、ゆっくりでいいですので、なるべく不自然に見えないように立体的に描いていってみてください。別にね、定規は使わなくても大丈夫です。フリーハンドで全然構わないので、大体こんな感じかなっていうぐらいの、そんな適当さで四角い箱をいくつか描いてみましょう。はい。こんな感じ。でね、もうこの時点で不自然さを感じない四角が立体的に描けている人はですね、もうパースの勉強はいりません。はい。いりませんよ。いやだってその人はもうパース感覚的に理解できちゃってますから。ただもし今の絵を描いていてこんな風になっちゃった人はですね、これから紹介するパースについての知識を学んでいただくことでイラストを格段に上達させる伸びしろがたくさんあるはずです。さて、このイラストなんで下手だって感じると思いますか？その理由はこの四角い箱の絵が逆パースになっているからです。逆パースになってしまっていると、絵に描かれている立体がいまいち立体的に見えず、この絵下手くそだなっていう印象になってしまうんです。でも違う言い方をすると、パースで絵を描く場合には、とにかく逆パースにならないこと。それさえ意識すればもう全然大丈夫です。自然で立体的な絵が描けちゃいます。逆パースが何かについては次の章で分かりやすくお伝えしますね。パースの種類。まずパースという概念を理解するためには、一番最初にまっすぐな線を引きましょう。そしてその中心に小さい点を打ってみてください。この横線をアイレベル、真ん中の点を小質点と言います。アイレベルっていうのは目線の高さのことを言い、小質点は奥行きを表す線が全てここに集約する点のことを言います。言葉で説明されてもいまいち理解しにくいと思うので、とりあえず書いてみましょうか。パースには3つの書き方があります。一点投資法。まず一つ目は一点投資法と呼ばれるパースの書き方です。先ほど書いた小質点を中心に放射状に何本か線を引いてみましょう。こんな風に。そしたら今引いた線をガイド線にして箱をいくつか書いていきます。今書いた放射状の線が奥行きを表す線になりますので、こんな感じに箱が書けると思います。ちなみに横の線はアイレベルと平行に書きますね。書いた箱の中にドアや窓を表す枠を書き入れれば1本の道を挟む3軒の家を立体的に描くことができました。これが基本的なパースの概念です。今言ったことが分かっていれば、パースの半分は理解したことになります。ね、パースって簡単でしょ？ただね、今紹介した一点投資法は実際はあまり使いません。基本的にはパースを理解するための概念と捉えた方がいいと思います。これなぜかというと、このパースだけで風景を描いてしまうと、かなり窮屈で記号的な絵になってしまうからです。逆に言えば、記号的で説明的な絵を描きたい場合
場合には一点透視法を使って書くのがいいでしょう。二点透視法。次は二点透視法です。二点透視法も一点透視法と書き始めは一緒です。まず最初に I レベルを表す横棒を書いたら、次は消失点を表す点を今度は両端に2点書き入れましょう。そうです。二点透視法は消失点が2点あるので、だから二点透視法と言います。そしたら2つの消失点からパース線を放射状に何本か引っ張ります。はい、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 とこんな感じです。そしたら今書いたパース線に沿ってまたもや箱を書いていきましょう。青いパース線は左側に収束していく奥行き、赤い線は右側に収束していく奥行きを表しています。この線に沿って箱を書いていくだけで、ほら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 、すごいでしょ？めちゃめちゃ立体的な箱が書けたのがお分かりいただけると思います。大枠が書けたらまた中身に窓やドアを表すような線も追加していってみましょうか。はい、こんな感じ。青と赤で引いたパース線に沿っていれば自然な奥行きが感じる箱が書けるようになるんです。このように二点透視法は立体感を表現したい時に使うことが多いですね。一点透視法と違って箱が立体的にこちらに迫ってくるような、そんな存在感を書けたと思います。逆パース。でですね、ここでさっき言った逆パースの説明をします。今説明した二点透視法を使って箱を描く場合、普通であればこんな風に青と赤のパース線に沿って描かれていれば自然な奥行きを感じることができるんですが、この補助線をイメージできていない場合、このような箱を描いてしまうことがあります。ただ、この箱の線、よく見るとパース線に全然沿ってませんよね。これではちゃんとした箱を描いたと本人は思っていても、自然な奥行きが感じられずに、他の人からはね、ぐにゃぐにゃな変な形の立体に見えてしまうんです。こういうパース線に沿っていない、むしろパース線に逆行してしまっているような形を逆パースと言います。逆パースになってしまうと物の形が不自然に歪んで見えてしまいますので、表現として意図的に取り入れる場合を除いては基本的には避けるべきものだと覚えておいてください。3点透視法。そして次が最後です。3点透視法。これを覚えてしまえば、とりあえずはパースについての知識はほぼ完璧。全部覚えたと思って問題ないでしょう。まず I レベルを表す横線を画面の下の方に書きます。次に2点透視法と同じく消失点を2点打ってください。そしてここも2点透視法と同じですね。2点を中心に放射状のパース線を書き入れましょう。はい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 と。はい。そしたらここからが2点透視法と違うところです。今度はもう一つ消失点を画面上の方に1点打ってみましょう。これは緑色で書いてみますね。で、緑の点からも放射状にパース線を引いてあげましょう。はい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 と。はい、こんな感じ。線が多くなって頭がこんがらがるかもしれませんが、青い線は左側に収束していく奥行き、赤い線は右側に収束していく奥行き、そして緑の線は上側に収束していく奥行きを表しています。このパース線に沿って箱を描いていくとどうなるでしょう？やってみますね。はい。まずは四角を描いて、その隣にももう一つ四角を描きますね。四角の底に穴ポコを開けて、そこからさらに四角が生えているようにしてみましょうか。ぐにょーんと長く伸びて、はい、地面に設置。その隣にも長細い四角が生えていて、左奥にも長細い立体を描いてみましょう。はい、こんな感じ。いかがでしょうか？適当にランダムな形を描いただけですが、3次元空間上にそれぞれの箱が立体的に配置されていて、2点透視法で描いた箱よりも、より空間の広がりを感じられる絵になったと思います。3点透視法はこのように、空間の広がりを感じられる絵を描くときに使います。例えば、煽りや俯瞰など高さを表現したい時にはよく使いますね。さあ、もう気づいた人もいるかもしれません。さっき冒頭で僕が補助線なしで描いていった絵がありましたよね。あの絵がまさに今描いた形とほぼ同じ形です。さっきの場合は消失点をかなり遠くにイメージしたので、スケール感は今描いたものほどありませんが、試しに補助線を描き入れてみると、ほら、左側に収束していくパース線、右側に収束していくパース線、そして上側に収束していくパース線にほぼ沿わせながら描いているのがお分かりいただけたと思います。僕がさっきフリーハンドで描いたこの図は、実は3点透視法で描いた立体だったというわけですね。パースが分かると得すること。キャラが立体的に描けるようになる。
さて、ここからはパースの応用編。楽しい部分に入っていきます。パース線を理解できるとですね、背景はもちろんそうなんですが、実はキャラクターを描く上でも大きな利点があります。それは、キャラクターがより立体的に描けるようになるってことです。キャラクターを立体的に描きたい時には、まず箱で描きましょう。という言葉を聞いたことはないでしょうか。それは要するに、こういうキャラクターを描いていく時には、こんな風に四角い箱で立体的に捉えましょうっていう意味なんですが、さっき説明した3点投資を使って、このパース線に沿って人体を箱に見立てて当たりを取っていってみましょう。頭、首、胴体、足、腕と人体をイメージして箱をパース線に沿わせながら描いていきます。実際にはこんな風に厳密に描いていくことは少ないんですが、頭の中でこのパース線をイメージしながら箱を描いていく感じです。はい、このように箱人間が出来上がりました。そしたらこの箱人間の当たりを透かしながら、今度はもうちょっと柔らかい線でキャラクターを描いていってみましょう。そうすると、ほら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 、ほらね、かなり立体的に、そして空間を感じるようなスケール感のあるキャラクターが描けたのがお分かりいただけると思います。そうなんです。パース線は背景だけじゃなく、キャラクターに対しても立体感を表現するための補助線として機能しちゃうんですよ。これ結構感動するでしょ。パースがわかると得すること。複数キャラ、いろいろな状況を描けるようになる。さて、最後にパースを覚えると描けてしまういろいろな表現についても紹介していきましょう。まずは一つの画面に複数人いるような絵についてです。よくね、質問で画面に複数キャラがいる絵の描き方を教えてくださいって言われることがあるんですが、その答えがこれですね。例えばこんな風に二点投資法で高低差のあるような足場を描いてあげましょう。絵の中に2人以上のキャラクターがいる場合、そのキャラとキャラの位置関係を意識せざるを得ないんですが、その問題は一旦キャラクターが立っている足場を描いてあげることで自然に解決できますね。足場が描けたら、そこにこんな風にキャラクターを設置していってみます。はい。こんな感じ。かなりシンプルにキャラクターを描きましたが、基本的に複数人のキャラクターを描く上で注意するポイントはもうこれだけです。見せ方によっては、このように画面をトリミングしてあげると、見てほしい部分に目が行きやすくなり、絵としてさらに見栄えが良くなると思います。ちょっと簡単に描きすぎたので、もう少し具体的に描いていってみましょうか。さあ、先ほども説明したように、まずは足場を描いていってみますね。パース線は頭の中で引いていってみます。パース線を頭の中で引くなんて無理だよって思う人もいるかもしれませんが、いやいや、大丈夫です。何度もパースを意識しながら絵を描いていると、頭の中だけでそれが自然にできるようになります。それにパース線ってそんなに正確である必要はありません。大まかにパースの角度が意識できていれば、例えばね、このぐらい大雑把な消失線とパース線の取り方であっても、結構ね、自然に立体って描けちゃうんですよ。消失点がこんな風にくっそでかくても全然大丈夫。このぐらいね、ゆるゆるの意識で良ければできそうですよね。さあ、地面が描けたら、ここに人物を立たせていってみましょう。今回は人物を箱で描いていくようなことはしませんが、もし難しければ、最初はさっき紹介したように、箱で人物の当たりを取っていってもいいかもしれません。剣を持った男性のキャラクターと、そして後ろの段差には腰を下ろしている女性の槍使いも描いてみました。場合によっては、これもこんな風にトリミングしてあげてもいいかもしれませんね。このように、まずはパースを意識しながら足場を描いてあげることで、自然な角度、自然なスケール感で複数のキャラクターがいるイラストを描くことができるんです。さて、最後の例を描いていってみましょうか。最後は、よりスケール感を持たせたイラストになります。まずは同じように足場を描いていきます。今回は少し広い空間をイメージしていますので、奥行きのある足場を描いていってみます。足場が描けたら、奥の方に高くそびえ立つ塔のような形状を描いていきましょう。それが何かの力でガラガラっと崩れ去っているような、そんなシチュエーションを描いていきますね。はい。こんな感じ。で、なんで建物が崩れたかっていうと、はい。原因は建物の周りを飛んでいるドラゴンによって崩された感じですね。バサバサっとドラゴンが羽ばたく翼に当たって建物がガラガラと崩壊しかかっています。で、手前の部分にメインのキャラクターを描いていこうと思います。ドラゴンと戦う女子高生ちゃんですね。今回も箱を描いていくような描き方はしていませんが、立体をイメージしにくければ最初に箱のあたりを描いていくと、より三次元的に存在感のあるキャラクターが描けると思います。右手にナルトの螺旋丸みたいなパワーを集約して、襲いかかるドラゴンの攻撃に備える
る女子高生ちゃん。ドラゴンはというと、青い炎を口に蓄えながら、容赦ない攻撃で街を灰に変えようとしています。頑張れ女子高生ちゃん、街の運命は君の手にかかっているんだっていうことで、これも最終的にはこんなトリミングをしてもありですね。スケール感と臨場感のあるイラストをパースを意識することによって描くことができちゃいました。パースって聞くとね、難しそうでひるんでしまいそうですが、今回紹介したように、どんな風にパースを使用すればいいのか知ることができると、うおー、パースいいじゃん、やったろやないけって気分になりませんか？ちょっとね、パース難しそうで今まで毛嫌いしていたよっていう人もですね、ぜひこの動画をきっかけにパース、正確に言うとパースペクティブに挑んでみていただけると嬉しいです。ただね、今回紹介したパースの概念、そして箱で描いていくっていう意識で絵を描いていくと、3次元的な空間のスケール感、そして立体的に絵を表現するための空間把握能力が向上する一方で、どうしてもね、絵が硬くなりがちです。だってね、直線的な補助線めっちゃ引きますからね。それはまあしょうがないんですが、もしパースを意識したことで絵がめっちゃ硬くなっちゃったな、もうちょっとキャラを生き生きと描きたいな、という方はですね、こちらの動画、初心者必見、アプライドフォースをご存知ないをご覧ください。もうデッサンなんて2の次。これさえ意識すれば、キャラクターを生き生きと躍動感あふれる感じで描けちゃうという秘術、アプライドフォースについてお伝えした動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。